さて今回は小麦粉を使わずに小麦粉だけでパンを作ってみます。最近よく聞くグルテンフリーというやつです。グルテンと聞くと悪者みたいな感じがするかもしれませんが、このグルテンフリーの記事を見たらきっとグルテンの偉大さに気づくこと間違いなしです。どうしてかっていうと、グルテンを含まない生地はサラッサラで手に持つことができないんですね。トロトロの状態で流れ落ちてしまうので、こうしてクッキングシートを折って漏れないようにしておかないと形にもならないんですね。生地の扱い方も小麦粉を使う一般的なパン生地とは全く違います。米粉パンの作り方を教えてくださいってよくコメントが来ますが、コメント欄では私の言いたいことが収まらないですし、いきなり生電話するわけにもいかないので、この動画を作ってみました。米粉 100% で作る生地はちょっとしたコツが必要になるので、米粉パンに悩んだ方はぜひとも参考にしてみてください。最近流行りのグルテンフリーももともとはグルテンにアレルギーがある人の食事療法だったんですね。だから個人的な考えとしては、アレルギーがないのに控える必要ないよねってスタンスで言います。だって広まってしまったら完全感覚ベーカーは廃業しちゃいますから。どんどん皆さんにはたくさんパンを作ってグルテン大好きになってほしいと思ってます。もちろん健康に過ごしてほしいとも思ってます。お菓子を作っていてもお砂糖を減らしたいですってコメントがあるんですけれども、甘いものはしっかり甘くしないと舌も心も満たされないので、それってせっかく手作りしていてももったいない気がするんですよね。きちんとレシピ通り作って満足して手作りを楽しんでほしいなっていう気持ちがあります。ちなみにこれは先月行ったシフォンの学校っていうところで、鎌倉シフォンケーキのシェフの葵先生が言っていて、いいなって思っていた言葉で、もう早速自分の言葉っぽく使ってしまいました。でも矛盾はしているけど、手作りだからこそ食べる人に合わせた細かい調節もできるよねって考え方も素敵だと思います。人によってはグルテンフリーに変えてから体調が良くなったとか痩せたとかミランダカーとかで、結構一般の人にも広まりつつあるんですよね。あるデータによると、日本人の26人に1人の割合でグルテンフリーを採用しているらしいから、来年あたりにはこのチャンネルもグルテンフリー専門チャンネルになっているかもしれないですね。小麦粉で作るパン生地をこねるのはグルテンのつながりを作ってもちもち感と弾力を出すため。ちなみにグルテンを含まない生地はこんな感じでトロントロン。そもそもグルテンを含まない米粉の生地はこねずに混ぜるだけなので、生地作りも本当に楽々です。こんな感じのトロトロがありそうですね。使う米粉によってとろみ加減が違ってくるので、動画を参考に粉とか水を入れて調節してみてください。動画では水穂力っていう米粉を使っているので、同じものを使ってもらうと失敗しにくいかなと思います。生地が注げたら温かいところで型の8から9割の高さになるまで発酵させていきます。発酵した生地はこんな感じで膨らみました。ちなみにこれは膨らませすぎです。いつも発酵中はギターを弾いて時間を潰しているんですが、たまたまこの日はちょっと気持ちよくなって歌いすぎてしまいました。生地を取り出したらすぐにオーブンの予熱を準備しておきましょう。これから生地を焼いていきますが、とにかく大事なのは生地を乾燥させないことです。大事なことなのでエコーをかけてもう一度言います。生地は乾燥させないことです。だからちょっともったいなく感じるかもしれませんが、アルミホイルはたくさん使いましょう。これがしっかりできていないとバリッバリのパンになってしまいます。パンというよりもむしろバカでかいおかきになっちゃいます。
いつからか硬いおかきを食べるときは口の中が傷つかないように怯えながら食べるようになっていましたが、子供の頃は躊躇なくボリボリいけてました。いつの間にか大人になりました。アルミホイルでぐるぐるにくるめた生地は160度に予熱したオーブンで30分焼きます。焼く時にも大事なポイントがあって、米粉の生地は水分が多いので、最初は低温でゆっくりじっくり中まで火を入れていきます。しっかり包まれて蒸し焼きにされた生地はふわふわな白い状態です。表面を焼いて香ばしさを出すためにもう一度オーブンの中へ。高温で表面に焼き色をつけてパンらしい姿にお色直ししていきます。では焼き上がりました。焼き色もついてるね。では仕上がりはこんな感じです。この後型から外していきます。米粉で作るから小麦粉が体質に合わない人でも食べやすいパンです。小麦粉を一切使ってないパンなんてなかなか売ってないからこそ、作ることに価値があるレシピだと思います。もう何年も前の話になりますが、私が就職活動をしている時にスジャタで有名なメイラックって会社の企業説明会に行ったことがあるんですね。そこで印象的だったのが豆乳の生クリームという商品があるんですけれども、製造コストが高い上に需要があまりないので作ってもほとんど利益にならないそうです。でもその商品があるから乳製品アレルギーをお持ちのお子さんのお母さんたちから手紙が寄せられるそうです。今までずっと子供には誕生日ケーキを我慢させてたんですけども、この生クリームのおかげで子供に誕生日ケーキを作ることができますって。本当に素敵な会社だと思いましたね。まあ採用には落ちたんですけどもね。はい、それでは本日は米粉 100% で食パンを焼いてみました。こんな感じに仕上がってます。やっぱりね、見た目からしてちょっと違うと思います。小麦粉と米粉で吸水率が違うので、米粉の方がたっぷり水分吸ってしっとり感がね強くなってます。やっぱり米粉はつながるグルテンっていう成分を含んでないので、ちょっと上の部分がねバリバリと亀裂が入るような仕上がりになります。では早速ね食べてみたいと思います。いただきます。もちもち。内側の部分はめちゃめちゃ柔らかいんですけれども、この外側のよく焼けた部分はねバリバリしてておせんべいみたいな感じがしますね。このねバリふわなコントラストがいいですね。あとほうじ茶も入れたのでね。そうだ。キムチを一緒に食べてみようかな。ご飯とねほぼ原料変わらないので、ご飯のお供も絶対合うと思います。ではいただきます。合う。うまい。ご飯ですよのね食卓のりとかもね合うと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。では本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいな、食べてみたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。